の上の部分、この平らな上に出てくるようになって。こんにちは、服工房の小村です。今回は服工房という洋裁教室のアイロン周りで使っている道具たちを紹介しようと思います。それでは服工房で使っているアイロン周りの道具の説明をしていこうと思います。まずアイロンはナオモトのキューイングを使っています。下に踏むところがあって、そこを踏むとブオーンと蒸気や熱を吸い取ってくれるバキューム付きのアイロンになります。そしてこのアイロンはこのボタンを押すことによって蒸気が出るようになっています。これはもう25年ぐらい使ってまして、このバキューム台自体は一度も変えたことがなく、長く使っていて、もうとても丈夫でだいぶ元を取ってるのかなという感じがしています。このアイロンに関してはちょっと一回落としたり教室内で落下したりしたこともあったりして、2台目になります。まずはこのアイロン台について説明しようと思います。このアイロン台、今まではこういうシーチングで手作りしていたんですけども、今回生徒さんに勧められて、こういう方眼のものを使ってこうカバーを作ってみました。これちょっと便利だなと思って見てたんですけども、使い勝手がいろいろありまして、これ 2.5 センチの方眼になってるんですけど、これは、堀内という会社で 2.5 センチ幅のアイロン用の布で売れていたんですけども、堀内ではないですが1センチ方眼のものも売っているようです。で便利だなと思うのが、小物なんか作られる人だとこうまっすぐなものをこう折り上げるっていうことが結構多いと思うんですけど、洋裁だとちょっとカーブしてたりとかして、このまっすぐを使って裾を折るっていうのはなかなかないかもしれないですけども、まっすぐなものを折る場合なんかだと、この線に合わせて置いて、これは 2.5 なので 2.5 は折りやすいと思うんですけど、 2.5 で折ったりする場合はこの方眼を利用してアイロンで折ると印もせずに 2.5 センチが折れるようなことになります。これはもし小物を作られる人は1センチ方眼を探してすると、方眼に合わせてアイロンで折ると折りやすいと思います。あとこの方眼、いいなと思うところは、今まで無地のものでやってた時にはジャケットの前端や、ブラウスやいろいろ前端まっすぐな部分をアイロンかける時には、まっすぐの線をマジックで引いてたんですけど、これだと引かずにこのまま使えるというのがありまして、洋服の前端はほとんどまっすぐなんですけども、線がなかったら大体の目分量でこうまっすぐにしてアイロンっていう風にアイロンをかけるんですけど、やっぱりちょっと曲がってたりしやすいので、こういう線があると線に合わせてアイロンをかけると前端がまっすぐな綺麗な洋服ができることになるので、この方眼使いやすいアイロン台だと思います。次にまんじゅうとか仕上げ馬使っているものを説明していこうと思います。これは、仕上げ馬なんですけども、だいぶ年季が入っていても本当に20年ぐらいは使ってます。これ、どういうふうに使うか
かというと、ご存知だと思うんですが、主に袖、こういう細いものを筒を入れたりしてアイロンかける時に便利です。例えば、ジャケットやブラウスなんかの袖下のアイロンを割る時、ピョンと入れてアイロンをかけると便利です。あと袖山、この辺は袖山のアイロンをかける時にも使えます。こういうふうに袖の形をきれいに保って、ピタッとアイロンを、ジャケットなんかだとピタッとアイロンかけることはないですが、きれいな状態を保って蒸気アイロンをしたりとかするときに、この辺りのカーブは役に立ちます。あとはこれは袖まんじゅうです。これもちょっと年季が入っているんですけども、同じような、さっきの仕上げ馬と同じような使い方で、もう少し細いものになるので、子供服なんかでも使えるかなと思います。あとこれの便利なところがもう一つあって、洋裁教室でこのバキュームのついた、すぐにアイロンかけてすぐに冷えるような装置があるんですけども、一般家庭だとバキューム付きっていうものはなかなかないと思うので、そういう時にアイロンをかけると、かけたまんまだとまだふわんとしてるんですよね。ふわんとした仕上がりになるんですけど、バキュームがあるとこれをキュッと冷めるまで引いておくことによって、ここがぺちゃんときれいに平らにきれいな割りアイロンができます。でも、バキュームがない方なんかは、ちょっと今ふんわり浮いているところをアイロンをかけて、こういうもので熱を取ると、ここがきれいにアリアイロンがかけることができます。長袖なんかを着てると、袖のこういうところで熱を取ってもいいんですけども、夏なんかだとなかなか長袖じゃなかったり、あんまりデコボコした、例えばセーターなんかのデコボコしたものでこういうふうに熱を取ると、薄い生地とか当たりの出やすいものはセーターのうねがここに移ってしまうこともあったりするので、もしこういうのをお持ちであれば、こうやって熱を取ると平らな部分なのできれいに割りアイロンがかけることができます。次にこれはまんじゅうなんですけど、これはここが20センチ、ここが25センチぐらいの楕円形のまんじゅうになるんですけども、ダーツの先をアイロンをかけたり、ポケットの丸みを出したりする時にこれはとても便利で、あと襟なんかのアイロンする時に平面のところでするとやりにくいようなものは、こういうまんじゅうの上でちょっとずつアイロンをかけるとかけやすかったりもします。次にこれはあんまり見たことがないかもしれないんですけど、テーラーボードといって、割りアイロンをする時に役に立つボードになります。どういうふうに使うかというと、このカーブ、この細い部分は
ピークトラベル、襟先の細いものの割るアイロンをしたりとか、小さなパーツ、狭いパーツ用にここを使うととても使いやすいものになります。この辺は大きい帽子とかそういうものを割る時にも、使いやすい。もうカーブを好きなところのカーブを使って、その洋服に合わせてこれを使ってアイロンで割ると綺麗に仕上がります。ちょっと今ジャケットしかないので、これでちょっと割ってみようと思うんですけども、こういうふうに乗っけて、この上の部分、この平らな部分に縫い代が来るように乗っけて割りアイロンをかけます。アイロンは一度割っておくと裏に控えやすくなってくるので、一度割ってから裏を控えてアイロンをかけると、ここの縫い目がきれいに出るのでおすすめです。で今このテーラーボードって私も最近30年ぐらい洋裁をしてますけど、やっと最近買えました。ちょっと3万円ぐらいするので高くてなかなか買えなかったので、そういう時にはこういうので割り台代わりに割ったりとか、あとはこれは料理用の綿棒なんですけど、こういうもので割るとこれも結構便利なんですけど、丸の上の部分にしかアイロンが当たらないので、この辺がぐちゃぐちゃしててもこの上だけにアイロンがかかるので、丸の上の面だけにアイロンがかかるので便利に割ることができます。これでも十分使えます。次に裾や袖口などのアイロンで折る時の便利グッズとして、これは洋裁道具の説明の時にもこれ紹介したんですけど、スライドゲージ T という道具になります。折りたい幅の倍の寸法で、ここスライドできるようになってるんですけど、例えば2センチで折りたい時には4でこれはフリクションペンで印をしてるんですけど、4で印をして布端を4に合わせるときれいに2センチで折ることができます。これもアイロンとてもよく使うアイロンの便利グッズです。あとはこれちょっとクローバーさんとかで綺麗なやつが出てるんですけど、これちょっと手作りで、しかもちょっと年季が入って汚いんですけど、こういうもので折ってもいいです。これを使って折るかこれを使って折るかは好き好きで、私は最近これだと割と正確に折れるので、これをよく使ってるんですけど、生徒さんなんかはこれを使って、次3センチ折る時にはこの3の線にこれを合わせてアイロンをかけることができます。次に接着芯を貼る時の便利グッズを紹介します。使っておられる方もあるかもしれないですけど、これは、お料理で使うクッキングシートになります。これを下に敷いて接着芯を貼ると、たまに、
ちょっとはみ出たりとかすることがあると思うんですけど、こういう時にはアイロン台にくっついてしまって糊がアイロン台に付着したままになると、こう後で使った時にアイロンの裏側について焦げついたり滑りが悪くなったりするので、これを敷いておくとそういうことが防げます。貼ってみます。このはみ出た部分もペロペロペロっと取ることができます。後でチョキチョキ切って使ったらいいような使い方で使うことができるので、芯張りの時にはとても便利なアイテムになります。あとさっき言ったみたいに接着芯が貼った後なんかちょっと滑りが悪いわっていう、アイロンの裏の滑りが悪いなっていう時があると思うんですけど、いろんなところでいろんな商品が売られているんですけども、複工房ではこのミリオンクリーナーっていうのを使っています。これ鍋とかの焦げ付き落としとかにも使えるようなものになってるんですけども、これをゴシゴシちょっと角っこでアイロンの角でちょっと下についちゃった、2、30についちゃったので2、30にしてからするといいですね。汚れてないみたいでもちょっとやっぱり汚れていて、白い服を縫う前には必ずこのミリオンクリーナーでアイロンの裏の焦げ付きを取ってから、縫いにかかるようにしています。伸び止めテープの使い方なんですけど、こういう筒状のものをこう木で、夫に作ってもらって、この穴にスポッと入るようにして使っています。これで一番上にあるものをこうビビビビビッと引っ張ってきて、こうアイロンで接着できるように、使いやすいようにこういう風な使い方をしています。次に、産経さんが作っておられる、ダーツメイトっていうものなんですけど、ちょっとこれも年季が入ってだいぶ形が崩れてきてるんですけど、こちら側がウレタンになっている、こうちょっとふわふわっとしたマットなんですけど、これで、ジャケットなんかの特に厚地の時によく使うんですが、縫い代の段差のあたりがこれで解消できます。ちょっと生徒さんの中では魔法のマットって言ってるんですけど、どういうふうに使うかというと、ちょっとこれは当たりが出ていないのではっきりとわからないと思うんですけど、下にこれはメッシュのちょっと硬いシート、通気性のいい硬いシートになるんですけど、こういう硬いものを下に敷くか、マットもあんまり熱がこもらない割と硬めのマットに使う時には向きます。下が毛布みたいにふわふわしているものだと逆に表側に当たりが出てしまうので、下のマットは割と硬いものを選ぶとより効果があります。これふわふわしているのには理由があって、こう硬い下側に表面を向けて裏面を上に向けて、このふわふわした分をこういうふうにこのマットをこう置いて蒸気をかけて、前端はちゃんと控えて整えてなんですけど、こうやってアイロンをかけることにより
縫い代のあたりが表はこう硬いので平らになって、上側にこのふわふわしたのが柔らかいので、縫い代が全部上に浮いてくるというか、上に出てくるようになって、こう表側、下にしている表側が平らで綺麗になります。ただちょっと蒸気もかけるので湿った状態に、熱くて湿った状態になるので、これを乾かす、冷まさせる必要があって、バキュームがある方はこうバキュームを踏むとここが冷めるんですけども、バキュームのない方なんかはなかなかちょっと急に冷めるっていうことは難しいので、そっと形が整うまで待つっていうことが必要になります。こうすることによって表が平らにきれいにアイロンをかけることができます。ジャケットなんかの仕上げには私は必ずこのダーツメイトというのを使うようにしています。なかなか個人で全て持つっていうのは難しいかもしれないですけど、一応服工房という洋裁教室ではこういうものを使って洋服を作っています。参考になれば嬉しいです。服工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。